さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとショートケーキ専用のスポンジ、こちらのレシピをご紹介したいと思います。ぜひ最後まで作られてください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日の型なんですけど、これ15センチのこれ底が取れる型を使ってます。で、紙を側面とあと中ですね、入れといてもらえばこれで型の準備はバッチリです。これ今日の材料のポイントなんですけど、今日はバターを入れずに生クリーム入れてます。で、バターを入れて冷蔵庫で冷やしちゃうとスポンジって硬くなっちゃうじゃないですか。なので今回は生クリームでやるっていうのがめちゃめちゃ美味しくなるポイントです。で、ちょっと量が少ないのでオーブン今温めてると思うんですけど、皆さんこれをオーブンの上に置いて軽く温めておいてください。やっておきます。はい、これ薄力粉なんですけど、皆さん必ず振るってください。これ振るわない方もいるんですけど、こうやって振るとゴミとかも取れますし、一番気にしてるのはダマですね。皆さんダマになっちゃうって言ってるのはこうやってこれ全部ダマですよ。これがあるから皆さん結構失敗しちゃうんです。振るだけで失敗しなくなるので必ず振るようにしてください。はい、これで OK です。はい、これ材料の卵なんですけど、これ全卵ですね。もうサイズはそんなに気にしなくて大丈夫です。 S じゃなければ大丈夫です。で、これちょっとポイントがあって、1個だけ卵黄にしたくて、卵黄にしてるのは、色が綺麗に白と黄色で黄色が綺麗に出るのでしてるんですけど、あとはコクも出てちょっと美味しく感じるので、卵黄って油なんでこれ1個だけ入れます。こっちを使っていきたいと思います。はい、この後これ泡立てていくんですけど、これちょっとポイントがあって、湯煎とかは絶対しないです。今割りたての卵にあとお砂糖ですね。お砂糖は今回上白糖です。上白糖は普通のお砂糖に天下糖っていうのが入ってるんですよ。ちょっとしっとりしてると思うんですけど、それが入ることによって勝手にスポンジがしっとり出来上がってくれるので、それでやっていこうと思います。で、上白糖にすると焼き色も綺麗に入るので、綺麗なスポンジ作りたかったらそれがおすすめです。これで泡立てます。はい、皆さん見てください。これ結構しっかり立ってるんですけど、これ見えるかな。ちょっとね、気泡が粗いんですよ。で、これをさらにきめ細かくするために、これ今5番高速で立ててたんですけど、これねちょっとスピードを下げて真ん中ぐらいのやつでちょっと立てときます。そうするとこれがよりきめ細かくなるので、それでやっていきたいと思います。さあ見てください。これツヤっとした感じに見えるかな。なりました。全然湯煎しなくても綺麗に泡立ってますよね。これに粉を入れていきたいと思います。この感じ、もう8の字とかも無限にかけちゃうんで、8の字とかどうでもいいですから、これぐらいやってください。はい、これ今粉ふるったやつですね。これ全体にかけて、で全然しぼんでいかないのでゆっくりやってください。で、ゴンベラのこの曲がってるところを使って混ぜていきます。真ん中入れて、これで下から上下から上って混ぜてってください。で、おすすめの材料は概要欄に書いてあるんですけど、使うその粉によって、薄力粉によっても全然生地のしっとりさとか変わってくるので、結構そここだわってもいいと思います。で、これ全然混ぜても混ぜても全然しぼまないので、粉を入れたらしっかり混ぜるようにしてください。はい、これ混ざりました。今粉が見えなくなりました。でもこれもっと混ぜても大丈夫なんですけど、この後生クリーム入れていくので、今これぐらいですね。混ざったら OK です。はい、今これ温めといた上に置いといたやつですね。これに今混ぜたやつをちょっと入れます。これね、生クリームだけをバーって入れちゃうと液体が沈んじゃうんですよ、中に。
なのでここで生地とちょっと最初に混ぜといてあげて、それを戻していくと綺麗に混ざります。失敗しづらいのでぜひやってみてください。これ入れます。これなんとなく今2色になってますよね。これが混ざれば OK です。でこの時も皆さんバターを入れてる時ってすぐ固まっちゃったりするんですよ。で焼いた時に表面にバターの油が浮いちゃったりするので結構難しいんですけど、生クリームだったらもう液体じゃないですか。冷やしても全然硬くならないし、すっごい柔らかいスポンジができます。バターはバターのメリットがあるんですけど、今回は専用なので生クリームで仕上げる方法です。はい、こんな感じ。めちゃめちゃ艶やかに綺麗にできてます。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ今生地入れたんですけど、これちょっと裏技があって、これ竹串とか箸とかでも大丈夫です。これで少しこうやってくる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 混ぜてあげるんですね。そうすると中の気泡が安定してより滑らかになってしっとりします。なので結構おすすめです。よくスポンジにシロップ打ったりするんですけど、これシロップ打つ必要がないぐらいすごいしっとり焼けるので、このくるくるもやってみてください。はい、あとはこれ焼いていきたいと思います。さあ見てください、焼けました。いい感じです。さあちょっと食べてみたいと思います。見てください、これマジふわふわですよ、本当に。消えた、やばい、消えた消えた。さあこれポイントのおさらいですね。これポイントはもう卵湯煎しなかったじゃないですか。これ結構シンプルなポイントなんですけど、絶対それ守ってください。あとはバターを生クリームに変えたんですけど、これめちゃくちゃ重要です。バターって冷蔵庫に入れたら固まりますよね。でも生クリームって冷蔵庫に入れても硬くならないじゃないですか。だからもうこれだけふわふわのもうスッと消えるようなスポンジができるので、そこ必ず守ってください。あとね、1個言うとすれば、これ生クリームショートケーキ専用スポンジなんで生クリームでサンドすると思うんですけど、生クリームの砂糖の量結構重要です。1リッターに対して 70g、7% って言うんですけど、それを守って生クリームを泡立ててもらえるとめちゃくちゃ美味しくできると思います。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。